ャガジャガバルコンゾン千秋です。安藤です。今日は20代後半からインフルエンサー活動をしだす同級生が増えてきたっていう話をしていきたいんやけど、実際に話そうと思ってるのが、インスタグラムとしてグルメ関連の発信しとる子なんやけど、その子が個人アカウントを情報発信用にそのまま転用したりしとるから目についたりしとって、それがきっかけってことやんな。これを取り上げようと思ったのが。そう。どういうきっかけで始めたのか、どういうその同級生がやっていっとんのかってについて話していきたいんやけど、実際さ、そのグルメインスタグラマーの子ってそんな目立つ子じゃなかったよね、学生の頃は。その子が今どういう感じになっとるかっていうと、俺らのその地元が三重県やから、多分三重県に住んどって今もで三重県のグルメに特化した情報発信をしとって、でフォロワーが8000人弱ぐらいか。だから当時のことを考えれば十分目立っとる大成功やなって思ったんやけど。そうやな。だからインフルエンサーっていうかインスタグラマーの界隈の中では一応格付けみたいなのがあって、一番多いのが100万人以上でトップインフルエンサーみたいなトップインスタグラマーになるらしいんやけど、1万人いかんぐらいやとナノインフルエンサーっていうピラミッドで言うと下から2段目ぐらいにはなるらしいんやけど、立派なインフルエンサー、インスタグラマーと言えるみたいやな。だから8000人弱って考えたら、それだけでも副業としては十分お金入ってくるレベルなんじゃないかなって勝手に考察しとるんやけど、インスタって5000人とか以上とかなってくると、飲食店のお店とか企業とかから PR 案件が来るようになるみたいやから、だからそういうのもやっとるっぽいんよな。そうやな。投稿とか見たんやけど、実際に企業から案件というか食べ物を紹介して、で実際に店の住所とか電話番号とか感想も書いたりして、で店の方からもフォローっていうかコメントありがとうございますみたいなのもあるから、多分ご飯も交通費とかも支給されとんのじゃないかなっていうのはうすうすは思っとるんやけど。グルメ系インスタグラマーをやっとる子以外にも子育て系のインスタグラマーっていうんかな、同級生でな、子連れで行けるスポットとかレストランとかホテルとかを紹介しとる同級生がおったりとか、あとアイドル活動みたいな。そうやな、もうメディアにも出とる同級生がおって、同級生やから俺らと同い年の31歳とかなんやけど、その子は今有名人やな、ある意味。もう成功しとるよな。多分何万人とフォロワーがおるからメディアにも出演してるもんな。だからそういうコーラがどのタイミングでそういう舵を切ったんかなっていうのが。でもその最後のアイドルの子は普通に大学卒業したらもうすぐそういう道に入ったから、それはもう進路としては早めには決まっとったけど、インフルエンサーになろうと思ったら正直そんな学校でもな、いわゆるそんな陽キャっていう方じゃなかったのに、今こうやって顔を出して7000人8000人インフルエンサーがおるっていうのは、フォロワーがね、多分当時のことを考えたら今すごい自信に満ち溢れとんのじゃない、満足しそうになっちゃう絶頂しとるかもしれんで。当時を知る身としては結構ギャップがすごいよな。そう全世界に発信してな、顔さらしてやっていくような子やったっけっていう印象やけど、最初に言った通り、もともとその子は自分の私用のアカウントとして普通に出来事とかを発信しとったのに、突然食べ物をやたら文字とかつけて発信をしだして、凝った投稿するようになったんやな。そのよくあるグルメ系の投稿のテンプレートみたいなんで投稿を始めたから、三重県おすすめグルメ3選みたいな、そういうさ発信をしだしたから、頑張っとるから応援したいなと思う反面、すごいギャップを感じるというか、俺らもこうやって YouTube にも上げてラジオ配信しとるけど、実際さ自分の立場になったらさ、実際自分の本心はそういうキャラなんかもしれんけど、多分同級生から思われとるキャラは違うわけやん、この子とかは。そうやな。自分がもしその女の子の立場やったら、同級生見られたら恥ずかしいよなって思うんよな。確かにそんくらい、ギャップがあるから。でも実際さ、そのインスタのアカウントは同級生もフォローしたままのアカウントで使ってるわけや、昔からあるアカウントやから。そうだからそういうのは気にせんのかなって思って。普通そういうのって分けるか新しく作るやん。ひっそりとやったりな。だからその子のフォロワーもそういう学生の頃の友達がおるアカウントそのまま流用しとるからさ、気にせんのかなっていうの。だから20代後半からやるっていうのがまさにそこなんじゃない？昔の同級生と関わることがなくなるから、なくなったからもう同級生の目なんて気にせんくていいやんな。確かにな。別に笑われてようが裏で何か言われてようがもう関係ないからさ。実際成功しとるしな、それで。例えばまだ大学生の時とかやったらさ、同級生に
それを知られるとな、実際目の前でさ、会っていじられたりとかさ、確かにな。それがいじめの温床というかきっかけになったりする可能性があるからなかなか始めるやんけど、もう20歳後半になったらそんなん関係ないからな。確かにな、30にもなって、もうみんないい年になって、そんなで茶化すようなやつもな、おらんくなってくるし。だからタイミングとしてやっぱ20代後半から30代前半っていうのが、一種の転機なんじゃないかな。俺らも実際こうやり始めたのが30になってからやしさ。そうやな、このラジオはな。でもどうなんやろな。また話戻るけど、もともとインスタのさ、グルメ系のインフルエンサーって、俺はあんまりさ、インスタで飯を探す習慣がないから、多分あったら便利なんやろうなとは思うけど、でも逆にそういうグルメ系って特に三重なんてさ、絞られてくるからさ、紹介する店とかのネタも多分被ってくるわけやんか。同業者と。そうやな。で、しかも実際に三重もそういうグルメのインフルエンサーってその子だけじゃないからさ。パウルよな。調べたらめっちゃ出てくるな。そうそうそう。それだけライバルが多すぎて、やっていくのも結構大変やと思うけどな。情報発信をしとる人からすると常識かもしれんけど、やっぱさ、特化していくのが成功の道やからさ、こうやって三重に特化してやっていく方向に舵を切ったってことは、多分戦略的にそうしとるわけやんな。これでさ、今三重のグルメ紹介しとる子がさ、いきなりさ、北海道とか沖縄とかさ、日本全国の投稿まで挟んできたら、アルゴリズム的にも良くないんじゃん。確かに、どちらかりすぎて、三重以外の人から、そんなとこ行きやんわってなるわな、フォロワーからすらは。今おる三重のフォロワーを大切にしていった方がいいんじゃん。で、三重のさ、その他のインスタグラマーとか見とっても、全員サムネがさ、サムネっていうかもう同じようなばっかで、そういうフォーマットでもあるんかっていうぐらいなんか見とるんよね。書式とか、構成とかが。要は、成功しとる人のを、他の人がどんどん参考にっていうかパクってくから、みんな一緒になっていくんじゃないだからさ、結局さ、そういうグルメ系のインフルエンサーなのにさ、顔とか出してファンを集めるっていう、グルメ関係ない路線にさ、結局勝負しやなあかんのかなと思って。特に女性はそういうのがありそうやな。そう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 。だから普通グルメの紹介なんてさ、自分の顔を映す必要なんてないやん。もう、店とメニューがメインなんやから。飯が見れればいいからな。ただやっぱ多いのが、飯を自分の口元まで運んで顔全体映して食べてますとか。フォロワーの心情的には、その顔出しでやっとる人の方、情報の方が、やっぱ信用できるっていうのはあるんじゃない？確かにね、それもう人の心理としてそうやもんな。それもあるし、やっぱ見た目が良ければ、それだけでフォローする人もおるやろうから、その女の子も、最初の方は飯だけ上げとったけど、最近の投稿になると顔が出てきて、そうやな。そっちの売り方になってきとるかなっていうのは思うな。でもグルメ系のそういうインフルエンサーっていいのが、ある意味その年齢を問わずにできるからいいと思うな。そうやな。あんまアイドル売りとかするとな、年齢で引っかかるよな。だから後追い新規参入は難しいんじゃないかな。誰でもできるからな。そう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 。タイミングとしてはギリ20代でできるって舵を切ったのはいい判断やったんじゃないかなって思うけど。確かにな。インスタグラマーの人気ジャンルらしいからな、このグルメっていうのは。グルメ、ファッション、美容って三大ジャンルがあるんやけど、インスタグラマーの中には。グルメっていうのは競合が多いけど、誰でもやりやすい。始めやすい。しかも結構稼げるジャンルでもあるらしいしな。その案件とかもらいやすい。確かにな、食費とか浮くって考えたら。でも俺個人としてはやっぱ自分がやるってなったらやっぱしんどいから、やるのはこう続いとるってのはやっぱすごいと思うわ。そうやな。でもさ、個人的に、俺もあんまりインスタでグルメを探したりはせんねやけどさ、インスタのグルメ系の投稿ってさ、飯屋のさ、批判しとんの見たことないんよな、俺。確かにな、言われてみれば、この店はまずいとか、あんまりみんな、そういう別の媒体の方が多いな。なんやろな。普通に商品紹介してるさ、スマホとかパソコンとか紹介してる人はさ、結構批判するんよ。このワイヤレスイヤホンはゴミみたいな、なんか、言ったりするんやけど、インスタグラマーってあんま悪いこと書かんよな。俺が見たことないだけなのかもしれんけど。やっぱ評判が大事な世界やから、一個でもそういうマイナスな投稿すると、それを見た企業の人とかがこいつに出しても否定的なこと書かれるからもうやらんわとかっていうのがあるんじゃない？インスタの世界って結構幸せな世界やん。確かに。でも逆に情報としてはさ、あまりにも信じすぎるのも良くなくない？じゃあ。そうそう。どうせいいことしか書いてないやろみたいな。なんだろうな。あれはいい店しか本当に紹介してないのか、それとも悪いことが書けあんのか、どっちなんかな。いや、どっちなんやろな。ただ店から仕事を受ける PR の投稿とかやったら、間違いなく悪いことは書けんから、いいことを書いとるんやろ。批判ばっかしとるアカウントやったら絶対案件は来やんわな。そういう人の方が信用できるけどな。まあ一リスナーからは、そうやな。逆にそういう批判的なことば書いとるやつが、
本当にうまいっていう投稿があったら本当にうまい店やからな。そうさっき紹介したさ、その同級生の子にもさ、そういう紹介してほしいわ。もう路線変更無理やろ。寿司で行ってはいけないまずい店5選とかさ、確かに。買ってはいけないお土産みたいなやってほしいわ。本当にインスタグラマーとして収益とか気にせんと、本当に書きたいこと書けるいいスタンスやったら全然ありやと思うけどな。だってさ、俺らだってさ、別に地元のまずい店あげろっつったら全然あげれるやんな。あ、出てくる出てくる。もう片手じゃ収まんぐらい出てくる。他にうまい店ももちろん。うまい店もあるけどな。どの目線で発信するかやな。そうやな。いやでも、やっぱ三重は東京とかさ、名古屋、大阪とかと違って店がやっぱ少ないからそもそも母数がな。グルメ系インフルエンサー、まあどこもそうかもしれんけど、結局紹介する店決まってくるよな。ああ、決まってくる。うん。インスタ映えする店がさ、もう新しい、特に三重なんてさ、新しい店できたらもうみんな取り上げるやん。実際、三重のグルメインスタグラマーの投稿何個か見たけど、やっぱ被っとったもん、店。しかも同じようなテンプレの投稿でな。あ、そうそうそう。インスタの投稿ってあんま個性感じないよな。あれフォーマットあるって絶対。あれ AI じゃないんか。前も取り上げたけど。あれ AI やろ。確かに AI で作ってっつったら作ってくれそうやんな、今やったらな。店行かんでももうできるってあれ。まあ冗談やけどさ。今、主に喋っとるグルメ系のインフルエンサー以外にも、子育て系のインフルエンサーというか、まあインスタグラマーやっとる子もおって、その子は4000人ぐらいかな、フォロワーが。十分やんな。多分その子は、出産して育休とかで暇になってやり始めたんやと思うよな。てか、その子には俺直接話を聞いたことがあって、はいはいはい。そういうことを言っとったな。育休で家にずっとおるから暇やから、少しでもお金を稼いで家計を助けるためにそういうのを始めたっていうことらしくて。そういうきっかけでインスタグラムやる人とか結構多いんちゃうかな。その人も割とグルメ系の投稿が多くて、子育て系とは言いつつ、主婦は強いよな。グルメ系インフルエンサーやるんやったら。手軽やしな。しかも、日中動けるしな。専業やったら。確かに。時間はあるもんな。実際割合として女性の方が多い気がするわ。写真の撮り方とかもやっぱ分かっとるからさ。どうしたら美味しく撮れるかとか。俺、あんまりさ、そういう食とかなんか興味ないけど、今度帰省した時に、この女の子がさ、しとる店、ちょっと行きたいなって思ったもん。単純やから。なんかの研究結果で、やっぱな、男と女比べると、女の方が食べ物への執着っていうの強いから、それは本能的にそういうもんらしいわ。男は、最悪食べ物なくなっても自分で取りに行けるけど、女は取りに行けやんから、終了最終とかの時代。だからもうそういう風にプログラムされてるらしいよ、女の脳は。だから、食べ物を美味しく見せるとか、美味しい店を見つけてくるとか、それを人に伝える能力っていうのは、女性の方が高いんちゃうかな。言われてみればそうやわな。女性のインプレッションが高いんじゃないやっぱ、グルメ系は。でも実際に自分の知り合いと店に行って、料理出されて、写真撮るまで食べれんとか、なんかいろいろ写真のポーズに付き合わされんの嫌やけどな。友達がグルメ系インフルエンサーになったら絶対嫌やわ。そいつと飯行きたくないよな。絶対さ、そいつが頼んだもんじゃなくて自分が頼んだもんも写真撮らせろっつってきてさ。そうそう。これ頼めとか言われそうやんな。彼女とかやったらそれが。そうそう。うまいまずいとかじゃなくても、インスタ映えしそうなやつを食べさせられる可能性まであるから。確かに。自分が食べたいもんじゃなくて。彼女とかパートナーがグルメ系インフルエンサーになったら嫌やわ。っていう、あれもあるけどな。デメリット。ブクブク取りそうやしな。そうそうそう。写真撮るから食べるの待てって言われるんか。犬みたいに。周りに物置くなとかさ。でもいろんな業界でさ、同級生が頑張っとるっていうのは、今まであんま興味なかったけど、見てしまうわ。そうだな。同級生やからっていうのもあるかもしれんけど、注目してしまうよな、その投稿に。やっぱ知っとる人が、そういう SNS とか話題っていうか活躍しとるのは、刺激に。同級生が頑張っとるっていうのはな、俺らも似たようなことをしてるから、こうやって。確かにな。お互いに頑張っていきたいよな。そうやな。もういつかぜひこのラジオにも出演してほしいわ。出演してちょっと語ってほしいよな。そんな感じで、今日は20代後半からインフルエンサーが活動した同級生増えてきたという話をしてみました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。